こんばんは。はるです。今回はコスパ最高ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になります。今回はですね、ベスト11ということで、11名ですね、安くて強い選手たちを紹介していきたいと思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはですね、TOTW、ルイス・ディアスですね、ルイス・ディアス。ルイス・ディアス値段はですね、4万ぐらいで買うことできます。まあ、濃いに余裕がある方はスパサブ起用も非常におすすめな選手になっていて、単純にやっぱスピードっていうのが速いですし、まあ、敏捷性だったりドリブルの数値が高いので、まあ、非常にこう軽くて、細かくってという、そんな選手になります。パス自体はそこまでうまくはないんですけれども、やっぱりサイドアタッカーとして抜き去るっていう力を持ってますね。まあ、よりこうプレイスタイルのところでプラスがついていたら、まあ良かったかなというふうには思うんですけれども、まあテクニカルだったりとか、クイックステップ、持ってますので、まあそういったところも非常におすすめなポイントですね。で、そして続いてはハーランドですね。ハーランド値段は9万3000コインぐらいで買うことができます。まあハーランドも安くなったなというふうに思うんですけど、33ってやっぱりちょっと厳しいです。特にスキル3はね、前線の選手として厳しいんですけど、まあやっぱり決定力の高さっていうのがこの人は素晴らしいですね。まあハーランド使った時は、まあ左足ではもうバンバン入るし、まあ相手ディフェンダーが前にいてもシュートを決めきるっていう力がありますね。相手にぶつけず。で、右足のシュート精度っていうのはそこまで気にしなくていいと思いますね。自分は縦突破して右足でファーにシュートズドンっていうのもやっぱ何回も決めてくれたんで、まあ4、逆足4ぐらいだと思ってもいいかなっていう風には、思いますね。それだけやっぱシュート能力っていうのは高いし、で、単純なスピードっていうのもあるんで、まあ本当にこう裏抜けだったりとかをして、決定機を決めきるという、まあそういう付け方が一番いいのかなというふうに思います。まあクロスをやる方にとってもですね、ハーランドはでかいし、ジャンプも高いんで、まあいいんじゃないかなというふうに思います。で、そして続いては、サンダーストラック、ジョー・ゴメスですね。ジョー・ゴメス。ジョー・ゴメス値段はですね、4万5000コインぐらいで買うことできます。昨日かな、来た選手になるんですけど、まあ安いですね。ゴメスこんな安いっていうのはね、ちょっとびっくりしたんですけど、普通に強いですよ。全然。全然強い。まあ、ただ冷静さが低いのがね、ちょっとここは改善点だと思うんですけれども、単純なこう守備力っていうのは、まあ普通にありますし、フィジカルも、強いし、ペースもある程度はあるんで、結構この人はありかなというふうに思います。ケミも組みやすいですし、刺さる人多いのかなっていうふうに感じます。で、プレイスタイルを見ても、まあやっぱり守備のところ、ブロックしかないのがね、ちょっとあれなんですけど、まあただエアリアルついていたりとかはね、しますし、まあ人によってはロングスローがついてるのもまあありかなっていうふうに思うんで、そんなには悪くないんじゃないかなっていうふうに思います。で、そして続いてはサンダーストラッククロスターマンですね。クロスターマン。この人もめっちゃいい。値段はですね、1万5000コインぐらいで、買うことできます。めちゃくちゃコスパこの人もいいですね。まあ、ただこの人もやっぱ冷静さは低いんですけど、ただまあリアクションも高いし、スピードも、結構速いセンターバックにはなります。で、ジャンプも高いんで空中戦もね、そこまで負けないっていう、そういう選手になります。また積極性とかが、まあ積極性もね、低いんで、まあそこを足出してくれへんねやっていうのは、まあたまにはありますけど、ただ1万5000と考えたら、全然コスパはいいと思いますね。まあこの人はプレイスタイルのところではまあいろいろついてはいますけど、プラスがないので、まあそこがついてればより良かったかなっていう風には、思いますね。まあ普通にこの人もセンターバックとしてはめちゃくちゃコスパがいい選手になります。で、そして続いてはミリトンですね。ミリトン値段は1万8000コインぐらいで買うことできます。まあ何回か紹介をしている選手かとは思うんですけど、この人もめっちゃいい。この人もセンターバックとしてコスパが良すぎますね。で、ただ冷静さは低いんですよ。でもね、ミリトンの場合はレースはそんなには気にはならなくって、まあ守備能力も高くって、で、なんかね、フィジカルもね、79しかないんだけれども、普通にゴリゴリ来られるんで、
全然強いなというふうに思います。まあレアルでね組んでる方とか、まあラリーガで組んでる方は余裕でミリトン使うことできると思いますし、ケミ的にも優秀かなと思うので、ミリトンもねほんまに1万8000、まあ2万以下の選手とは思えないぐらい普通に今でも相手にいるんで、スタメンで。なんでぜひちょっとおすすめかなと、まだまだおすすめできるセンターバックになると思いますね。でそして続いては TOTW アラウホですね。アラウホ値段はですね5万5000コインで買うことできます。この人もいいのよ。この人もいい。まあ一応 RB 登録ですけど、センターバック起用がおすすめですね。センターバックに置くのがおすすめ。まあ最初は RB に置いといて、そっからまあ3バックとか5バックとか使う方はそれで可変をして、3センターバックの一角で、使うのもいいと思いますね。単純にね、パスはそんなに上手くないんで、サイドバックとしてのパスっていうのはやっぱ重要になってくるんで、だからこそ個人的には、センターバック起用かなと思います。で、この人もね、レッサー低いんですよ。いや、センターバックはそんなに気にはならない。まあ、あるに越したことないですけど、やっぱ冷静さは。ただ、中盤前線に比べては、まあ、優先的な能力ではなくなるのかなっていうふうに思ったりはするんですけど、まあ、この人もすごいね。すごい。やっぱゴリッといけるし、とんでもないね、なんかフィジカル能力をね、発揮してくれる時があるんですね。で、ブロックのプラスを備えてるので、まあ危ないと思った時にアラオホがちゃんとシュートブロックしてくれたりとかしますし、で予測もついていたり、あとはジョッキンもついてたり、しますし、個人的にはこの人もかなりいいセンターバック、まあこれまで紹介をしてきた選手よりかは5万5000円ってどうしても高くはなるんですけど、ただ余裕です。めっちゃコスパいい。全然コスパの、ね、ベスト11に入ってきてもいいぐらいのね、まあ値段と、あとは強さ、値段に対する強さっていうのがあるので、まあぜひおすすめの選手、こちらもおすすめのセンターバックになりますね。でそして続いてはサンダーストラックルカクですね。ルカク値段はですね2万2000コインで、買うことできます。まあこの人も全然強いですよ。安いね。ただまあ使い方が限定的にはなってしまうかなというふうには思います。やっぱりクロスっていうのが一つ、使えないとなかなか難しいかなっていうふうには思うんですけど、クロスが得意な方だったりとか、まあ空中戦得意な方だったりとか、まあヘディング上手い人とかだったらルカクはもうめちゃくちゃコスパいいと思いますね。まあ地上戦スピードとかが一応オプションとして、できるよっていう風なイメージですかね。7-3ぐらいでやっぱり空中戦とかを使わないといけないかなっていう風には思います。どうしても重たさっていうのはあって、自分ケミストリースタイルエンジンをつけてちょっとドリブルのところを上げたんですけど、それでも結構重かったんで、やっぱりヘディングのシュートだったりとか空中戦で落とすとか、そういう使い方が一番いいと思います。やっぱりね、ジャンプ99でフィジカルも99で身長も191センチあって、プレイスタイルでエアリアのプラスついてる空中戦負けないっていう、そういうのをプラスで持ってたりするんで、まあ本当に空中戦負けない理不尽ですね。なんで本当にクロスが得意な方はめちゃくちゃルカクは合うと思いますし、本当に値段安く、しっかり点決めてくれる選手になるので、非常にルカクはおすすめです。使い方はちょっと限られるかもしれないですけれども、ただ非常に空中戦が強い選手ですね。でそして続いてはトリプルスレッドヒーローのモリエンテスですね。モリエンテス値段はですね9万5000コインぐらいで、買うことできます。この人もですね一応エアリアルのプラスを、備えてはいますので、まあ、空中戦だったりとかクロスを上げる方向けの選手になりますね。まあただルカクよりかはまだ若干パスだったりとか、ドリブルだったりとかっていう、まあいろんなことがまだできるよという、そんな選手になりますね。ただ地上戦一辺倒というよりかはやっぱりクロスとか、そういう空中戦だったりとかを使ってあげた方がよりモリエンテスのまあ、活躍っていうのが見れると思います。この人も本当にね空中戦は強いです。身長はね185センチしかないんですけど、
6か、186センチしかないんですけど、やっぱね、ジャンプの数値と、なんといってもエアリアルがついているっていうところがでかいのかなというふうに思いますね。まあ時にアクロバティックなシュートも、決めてはくれますし、非常にこの人もおすすめの選手になります。で、そして続いてはサンダーストラックベルナルド・シューバですね。ベルシル値段はですね、8万2000コインで、買うことできます。逆足さはね、シュートの時だけ気にすればいいと思いますね。パスに関してはもともと上手いし、そこまでずれなく右足出してもしっかり通しては、くれます。で、ペースが、大きく上がったっていうところと、やはりテクニカルのプラス、備えてるっていうのがこの人のいいところかなというふうに思います。あとはなんといってもやっぱりこの人は冷静さの高さですね。91。中盤として素晴らしいし、パスもうまくってっていう感じなんで、ベルシルが囲まれた中でも、ディフェンダーとか、相手選手、囲んでくる相手の間をしっかり通してくれたりとか、ができる選手になるので、取られにくい選手ではありますね。ドリブルも軽いし。なんで、ベルシルに関しては非常にコスパがいいと思うし、自分もうちょっと高くなると思ったんですけど、意外と安くで買えるんで、めちゃくちゃコスパかなと思います。エボリューションやるのがめんどくさいっていう方は、ベルシル8万2000ぐらいで買えるんで、こちらの方がおすすめかなというふうに思ったりしますね。で、そして続いてはセンチュリオンズムシアラですね。ムシアラ値段はですね、20万。で買うことできます。少し高くなってしまうと思うんですけど、ただ20万で買える選手、強さではないですね。やっぱりスキル5、逆足4というところが非常に素晴らしいと思いますし、ドリブルこの人もめちゃくちゃ軽い。マジで持ちやすいし、ドリブラーの方にとっても本当に素晴らしい選手だと思います。サイド起用とかでも自分はいいと思うんですけど、やっぱり 3CM の一角とかが一番ムシアラの良さっていうのが引き出せるかなというふうに思います。やっぱりこのセンチュリオンズになったことによってシュートとかパスとかもよりうまくなってはいますね。で、プレイスタイルに関してもテクニカルのプラス備えてはいるので、やっぱベルシル同様、コントロールスプリントを使いながら、ドリブルも軽い、単純な細かい動きとか、っていうのも、非常にできる選手になるので、相手からすると厄介ですね。めちゃくちゃボール持たれてっていうことがね、できる選手になるんで、非常にムシアラを、ブンデススカットじゃないとなかなか組むのは難しいとは思うんですけれども、ただ非常におすすめな選手になります。で、そして続いてはグリーズマンですね。グリーズマン値段2万6000コインぐらいかな。で、買うことできます。素材価格には、なってしまったんですけれども、まだまだこの人の今週っていうのはバンバン入ります。やっぱり高精度のプラスと、おそらく自分の思っている通りだとロングシュートとか、カーブ値とかっていうのもある程度高くないといけないと思ってはいるので、そこも備えてるっていうところがグリマンの理不尽な今週につながっているのかなというふうに思います。そして冷静さも高くですね、ドリブルも軽くってパスも上手いという選手になるんで、できることが非常に多い選手になりますね。ペースだったりとか、やっぱり逆足3っていうのは、どうしても気にはなってしまうんですけれども、それ以上にやっぱり勝利に貢献をしてくれる、そういう選手にはなるので、ST として使うっていうよりかはやっぱりなんていうんですかね、決定力の高い選手の周りを動く、セカンドトップみたいな、そういう使い方が一番いいのかなっていうふうには思ったり、します。全然グリマンでも非常にコスパが、よくですね、使えるというふうに思います。という感じで、こちらがコスパ最高ベスト11になります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。